皆さんこんにちは。前にね、マンドコロ茶の美味しい飲み方っていうのをやったんですけども、これどうやってね、自分の好みを見つけたっていうその過程をですね、今日はご覧いただきます。で、まだこれ飲む前の段階なんですけども、今から飲みます。で、飲むのはこのマンドコロ茶。で、宇治は茶どころ、茶はマンドコロ。でね、茶摘み歌にあるらしいんですね。で、ちょっと聞いたことないんで、どういうメロディーかがわからないんですけども、宇治は茶どころ、茶はマンドコロ。多分違うな。で、このマンドコロ茶、滋賀県にあるんですけども、歴史は古く、室町時代、だいたいね、西暦で言うと1400年くらいかなからずっと続いている、いいお茶を作ると言われている場所なんですが、戦後ね、お茶を作る農家がもう激減して、今では幻と言われています。で、これ残っているお茶なんですけども、まだ開けてないんですよ。で、今からですね、ちょっとまず開けてみて、どういうふうにね、僕がお茶美味しさを見つけていくかっていうその過程をね、ちょっと見ていただきたいと思うんですけども、まず袋をこれ見るんですよね。幻の名茶、マンドコロ茶。有機栽培、手摘み仕上げ、農薬、化学肥料不使用ということで、吉村さんという生産者の方が作られたお茶ですね。で、後ろにですね、いろいろマンドコロ茶についての説明が書かれております。で、これ特に、説明したいところがですね、全国の茶園の7割以上で栽培されているヤブキタとは異なり、現在では希少な品種である在来種のお茶で、無農薬有機栽培によるものですということなんですよね。で、これ在来種っていうのは何かっていうと、今はお茶って挿し木でね増やしていくんですよ。そうすると、同じ種類のものがいっぱいできるんですけども、昔はその技術が開発される前にはもう種で植えてたんですね。で、種で植えるとお茶に関して言うと違うものが生まれるんですよね。なので、茶園一株葉っぱが丸っこい葉っぱがあれば、その横が平べったい大きい葉っぱだったりする、なんかバラバラの、性質のものがですね、一つの茶園の中にできます。で、それはするとどうなるかというと、味の均一性っていうのがないんですよね。なので、味わいが今よく飲んでいるお茶、単一品種のお茶、もしくは、ブレンドとかもするんですけども、いろんな品種は混ぜるとは混ぜるんですけども、それにしても同じ茶園では一つの品種っていうのが基本ですから、味の方向性っていうのは結構決まってくるんですよ。それが一株一株違う在来種の茶園ではバラバラなので、すごくね、複雑な味わいになると、そういうふうにですね言われています。で、それは昔でしたら、例えばね、品種って早く大きくなる品種もあれば遅く大きくなる品種もあるので、摘む日っていうのは、1日その時にしか摘まないですから、ある品種にとっては早すぎて、ある品種にとっては遅すぎてってなると、適期で摘めないということだったら、お茶はあまりいいものにはならない可能性が高いんですよね。なので、在来っていうのがなくなっていったんですけども、むしろ今その在来を見直すことで、昔のお茶はこうだったんだっていう、そういうね流れになってるっていうこともあるので、とにかくね、こういう在来品種っていうのが今希少なので、どういうふうに飲んでみたらいいかっていうのはちょっと、考えながらやっていこうということですね。では、中見ましょう。袋を開けまして、まずお茶の葉っぱこれ入れますね。
パッと見た感じ、これ荒茶ですね。荒茶っていうのは農家が作った生産者が作ったお茶で、本当はその荒茶というものをまた茶商さんが集めてですね、で、いろいろ茎は茎、葉っぱは葉っぱ、粉は粉とか分けた上で大きさ形を整えて、他の品種というか他の茶園とかも一緒くたにブレンドすることによって味の均一化を図る、そして味を良くするっていう方法もあるんですけども、そういう後にもう一度乾燥をかけて作られたのが流通されるんですけども、その前の段階、農家が出た時の段階ですね。なんで、これが荒茶だっていうのが分かるかというと、大きさがこれバラバラっていうのもそのうちの一つではあるんですけども、例えばね、これ大きいの、これ団子って言ってるんですけども、お茶機械で揉んでるうちにね、これが普通葉っぱは葉っぱできれいによるはずなんですけども、水分量がちょっと偏ったところが出てくるんです、どうしても。そうするとそこに葉っぱがくっついてですね、大きく団子状になって、それがほどけることっていうのがないんですよね。でこういうのが残っているっていうので、これはもちろん仕上げ加工をすると省かれます。省かれるものなんで、それが残っているということは、これが荒茶であるという、この生産者の方が、茶工場から出した状態であるっていうのが分かるということなんですね。でもこれ見てると、茎ってこの白い部分なんですけども、これがほとんどないということは、結構ね、綺麗に丁寧に積まれているということが分かります。で葉っぱ自体は、在来なので、いろんな形の葉っぱがこう入っているというので、味わいも結構変わってると思うんですよ。で香りもね、すごく甘い香りがします。どうなんでしょうね。で入れ方、特にこれ何度でどれくらいの量を入れてくださいっていうのが書かれておりませんので、まずね、一回、美味しい旨味をしっかり出そうという入れ方で入れてみたいと思います。じゃあまず葉っぱを大体ですね2杯弱入れます。でお湯ね、お湯の温度なんですけども、どれくらいにした方がいいかな。ポットのお湯が90度なので、これ今移し替えたら80度ぐらいなんですけども、こういうね、荒茶の場合は熱いお湯でさっと入れた方が美味しいかなっていう、なんか自分のこの最初の見立てがあるんですけども、さっと出すと香りが出るんですけども、甘みうまみ以外に渋み苦みとかも出やすいので、甘みうまみがどれくらいあるかっていうことをまず見つけるために、わざと温度を低くして出してみましょう。そうすることで苦み渋みが出にくくなりますし、苦み渋みが出にくいっていうことで甘みうまみが残るはずなんですね。ただ甘みうまみがもともとそんなにないお茶であれば、低い温度で入れるとただのぬるいお湯になっちゃうんですよね。なのでそのあたりの兼ね合いが難しいところではあるんですけども、どれくらい甘みうまみがあるのか、もしくは甘みうまみじゃない苦み渋みの成分の方が心地よく感じるお茶であるのかっていうのをここでちょっと調べてみます。お湯の温度ずいぶん冷めてきましたね。これどんどん移し替えていってますが、お湯の温度はこれ冷ましてるだけですから、例えばこれずっと置いといてですね、10分くらい置いておいて、本当にぬるい時になってから使うっていうのもありだと思います。今ね、ちょっと待つ時間がもったいないので、わざと移し替えて温度をぐっと下げました。だいたいこれ50度くらいまで下げましたね。でじーっと見ます。
でお茶の葉の量とお湯の量っていうのは、僕はね自分の中ではだいたいこの茶碗に8分目くらいだったらまあ2杯弱くらいのお茶の葉の量を使うっていう、それくらいのお茶の葉の量とお湯の量は自分の中でそういうふうに決めてますね。で例えばこれが濃くても薄くてもそれは後で微調整できるので、それよりもまずこのどれくらいの温度で出したらどういう味わいが出てくるかっていうのを見るようにしてます。なので飲んでみて薄い濃いっていうのじゃなくて、どういう味わいが出てるかっていうのだけを意識してますね。でパッと見ていい感じですね。ちょっとお茶の葉っぱが広がってきたくらいでこう注ぎます。ちょっと薄めですよね。ちょっと薄めということは細かい葉ではないので、大きい葉なのでね、もうちょっと熱いお湯で入れた方がいいのかなって今ちょっと考えています。では一杯目いただきます。優しい味わいですね。特にね、玉露とか抹茶とかうまみ甘みを最大限引き出そうっていうお茶っていうのは肥料をですね、たくさん与えるんですよ。でたくさん与えることによって栄養価が上がって、味覚うまみ甘みとかも増大するっていう、大きくなるっていうあれなんですけども、そういう意味ではこれはそんなにね必要最低限の管理だけしていて、で自然な甘みうまみっていうのを重視しているお茶だと言えます。なのでそんなにね下げる必要はないですね。じゃあ今度これ2煎目にね、今度は熱いお湯をそのまま入れてみましょう。90度のお湯ですね。でちょっとお湯の量を少なめにして、もうそのまますぐにですね出していきます。でこれは何を見てるかというと、今度は暑い時にですね苦味渋みというのがどれくらい出やすいのかっていうのを見ます。色合い良くなりましたね。これくらいの色に出てくれる方がいいかな、1煎目でも。ではいただきます。2煎目です。昔、40年くらい昔ですね、おばあちゃん、親戚のおばあちゃんの家に行った時に飲んだお茶の味という感じです。それこそね、昔在来品種がいっぱいいろんな場所にあった時のお茶の味ですね。なのである程度、50歳40歳50歳から上の年代の方にとってはすごく懐かしい味わいのお茶になってます。で渋み苦みはね、むちゃくちゃあるわけではないんですけども、やっぱりあります。あるので、お湯の温度は熱い方がいいですね。熱い方がいいんですが、出す時間をできるだけですね、ちょっと注意するというか、あまり長く待っているとお茶の葉が開きすぎて、熱くなります。苦くなりますので、熱いお湯でさっと入れるっていうのがまず一つの出し方ですね。1煎目で、じゃあちょっと1煎目で、熱いお湯でさっといってみましょう。1杯
弱、2杯弱ですね。2杯弱。このままこう入れます。で、お茶の葉っぱがね、やっぱりこう熱いお湯入れると開くのが早いですから、もうこれくらいでですね、注ぎましょう。入れすぎましたね、お湯を。ちょっとこれ気をつけて。あちちあちちあちち。熱っ。美味しい。そんなにね、一回ワンクッション置いて80度、そのお湯を熱湯をね、お茶碗とかに入れて80度くらいにしてから出した方がいいかなとか思ったんですが、この90度くらいそのまま直接注いでも美味しいですね。ただお茶自体にすごい旨味甘みがあるわけでもなく、爽やかさ、がむちゃくちゃあるわけでもないんですよ。その品種の特徴的に何かに突出してるっていうわけじゃないので、いろんな品種、いろんな、種類のお茶が混ざった状態で出てるんで、どちらかというとね、個性的じゃないというか、よくね、人間の顔もいろんな人を混ぜると美男美女になるって言うじゃないですか。それと一緒で、お茶もいろんなものを混ぜると多分ね、個性的なものっていうのはないんですよね。特にその香りが刺すような鋭い香りがあるとか、渋みがむちゃくちゃ渋くなるとか、うまみがむちゃくちゃうまくなる、甘みがむちゃくちゃ甘くなるっていうわけでもなく、ほわんと飲みやすいお茶になるという、なんか典型的な例ですね。なので日常茶としては最適です。ご飯の時に飲むのもよし、お菓子と一緒に飲むのもいいですし、で特に苦味渋みとかがすごくあるわけでもなく優しい味わいなので、そんなにね、むちゃくちゃ甘みが強いようなお菓子と合わせないと美味しく感じないっていうわけでもないですし、さっと入れると美味しい。で今口の中がすごくね、カテキンによるふわっとした爽やかな感じが残ってて、で温かみも口の中に残ってるので、美味しい。ということで、このマンドコロ茶、このお茶に関して言うとですね、僕の結論としては、熱いお湯でさっと入れる。それを例えばあったかいお茶になるので、冬の寒い時にですね、よくいっぱい飲む日常的な茶、普段飲むようなお茶という形で飲むと、美味しくいただけます。昔のね、本当に昔のおばあちゃんち、こたつの上にあったおばあちゃんちのお茶を思い出しますね。ただ昔のお茶はね、僕の印象、場所によって違うと思うんですけども、すごくこれ色合いがちょっと昔に比べたら薄めに見えるんですけど、実際味もね、このお茶をもっとお茶の葉をたくさん入れて
お湯の量はそんなに増やさずに時間をずっと置いてたと思うんですよ。なので苦く渋くっていうのがすごく口の中に残ってた印象があるので、その時のお茶もねこうやって飲んだ方が絶対美味しかったなって今になっては思います。いいお茶です。はい。さあいかがでしたでしょうか。このようにしてね、お茶によってアプローチの仕方っていうのは若干変わるんですけども、自分の中でだいたいこうかなああかなって思いながら1回やってみて2回目違う入れ方で入れて、でそこで良くなってこれ以上もうちょっと変えたらどういうふうに良くなるかっていうのも含めてですね、考えながらやって、飲み続けていくっていうのが僕のこのお茶を美味しく飲むやり方です。はい。ぜひね、参考になるかどうかわからないんですけども、こういう飲み方もあるんだなっていうのを感じていただければ嬉しいです。で、まだね、チャンネル登録されてない方いらっしゃいましたら、ぜひともですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。